皆さんこんにちは。今日はオタワに引っ越してきて初めて納豆を作ってみたいと思います。以前住んだ家ではオーブンを使って納豆を発酵させていました。その際オーブンライトをつけて、さらに湯たんぽを入れて温度を確保していました。でも今使っているオーブンはオーブンライトをつけても自動的に1分ぐらいでオフになってしまいます。その代わり発酵機能がついているので、今日はそれを使って納豆を作ってみたいと思います。さらに詳しい納豆作りの手順を知りたい方は、以前私が作った納豆作りの動画のリンクを概要欄に載せておきますので、そちらをご覧ください。大豆 250g はきれいに洗って一晩水につけてあります。その大豆をさらに流水できれいに洗ってあります。では早速大豆を蒸しましょう。いつものように圧力鍋を使って蒸します。大豆を蒸している間にオーブンを発酵機能にセットしましょう。はい、これでセット完了です。どれぐらい温度が上がるのか知るために温度計を入れておきたいと思います。大豆は40分ほど蒸した後、火を止めて鍋の圧力が自然に抜けるのを待ちます。オーブン庫内の温度が現在 36.9 度、理想の温度よりは少々低いようです。蒸し上がった大豆は煮沸消毒をした耐熱皿に移し、人肌程度まで冷まします。今回は市販の納豆菌を使います。手前の容器に入っているのは大豆を蒸した際の煮汁です。これを大さじ1杯ほど分けておいて、人肌程度に冷ましてあります。ここに納豆菌すり切りスプーン1杯入れます。ちなみにこのスプーンは納豆菌に付属されてきました。よくかき混ぜて、液体を大豆にかけます。納豆菌が大豆の全体に行き渡るように箸でよくかき混ぜます。発酵させる前に大豆をオーブンシートで包みます。このように切り込みを入れて大豆に直に触れるように覆います。ラップを使った方が使い勝手はいいんですけれども、私の前の動画を見てくださった方々からプラスチックは直に食品に触れさせない方が良いのではないか、または環境のためにプラスチックの使用を控えた方が良いのではないかというご意見もいただいております。私も同感ですので、今回は紙を使うことにしました。このように二重にオーブンシートでくるんだ後、さらに布巾で包みます。オーブン庫内の温度が 34.2 度、40度近い温度が理想的なので少し低めですね。もう少し温度を上げるためにぬるま湯を入れた瓶を置いておきます。しばらくしたら 42.1 度まで温度が上がりました。ではこのまま発酵させましょう。翌日です。20時間ほど発酵させました。ではオーブンを開けてみましょう。温度はまた下がってしまったようですが、納豆の匂いがするので発酵はしてあるのだと思います。では取り出して中身を確認してみましょう。白い膜が張ってあるので納豆菌が順調に育ったようです。箸で触った感じ、少しいつもよりは粘りが少ないようです。
そこから見た感じはいつもと変わりありません。ではできた納豆を冷蔵庫で1日熟成させましょう。これが1日置いた納豆です。粘りは昨日よりも強くなっているようです。オーブンの機能などによっても納豆作りの手順は少々変わりますが、皆さんもぜひお家で試してみてください。ご視聴ありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。さようなら。Thank you for watching. I'll see you in my next video. Bye for now.